皆さん、こんにちは。みさきです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日のテーマは、とても大切な日本語です。それは、すみませんという言葉です。皆さんは、すみませんが、一つの言葉で三つの意味があることを知っていますか？この言葉は、日本の生活で毎日必ず使います。この動画を見て、すみませんの3つの使い方をマスターしましょう。そうすれば、あなたももっとスムーズに日本の人と会話ができますよ。最後まで一緒に勉強しましょう。まず、1つ目の使い方です。1つ目は、ごめんなさいと同じ意味です。これは、謝るときに使います。I'm sorry ですね。でも、ごめんなさいよりも少し軽い気持ちで使います。例えば、道を歩いているとき、うっかり誰かの足を踏んでしまいました。その時、すみません、と言います。お店で間違えて商品を落としてしまった時も、すみませんと言います。これは、小さなミスをした時に、すぐに謝るための言葉です。大切なことは、すぐに言うことです。大きなミスや大変なことをしたときは、ごめんなさいや申し訳ありませんを使います。でも、普段の生活ではすみませんで大丈夫なことがとても多いですよ。だから、何かあったら、まず、すみませんと言ってみましょう。次に、二つ目の使い方です。二つ目は、誰かに話しかけるとき、注意を引くときに使います。これは excuse me と同じ意味ですね。あなたがレストランにいます。水が欲しいとき、店員さんに声をかけたいですね。その時、店員さんにすみませんと言って手を挙げます。すみません、お水をお願いしますのように、お願いの前に使います。これは、丁寧な、ちょっと待って、私を見てという意味があります。知らない人に道を聞きたいときも使いますよ。知らない人にすみません。この近くに駅はありますかと聞きます。すみませんを先に言うと、相手も優しく話を聞いてくれますよ。とても便利な挨拶です。それから、電車の中や混んでいる場所で人の前を通るときも使います。例えば、映画館であなたの席に行くとき、座っている人の前を通りますね。その時、すみませんと言いながら、静かに通りましょう。道を開けてくださいという、お願いの意味も入っています。相手に気をつけてくださいという気持ちを伝えることができます。誰かに何かを聞きたいときや、何かをお願いしたいときに、すみませんを使ってみましょう。最後に、3つ目の使い方です。3つ目は、ありがとうと同じ意味です。これはサンキューですね。でも、ありがとうとすみませんは、少しニュアンスが違います。小さな親切をしてもらったときや、相手に少し手間をかけさせてしまったときに使います。相手に感謝しつつ、手間をかけてごめんなさいねという気持ちが入っています。例えば、あなたが荷物をたくさん持っています。誰かがお店のドアを開けて待ってくれました。その時、すみません、ありがとうございますと言います。すみませんだけでも大丈夫です。親切にしてもらったけれど、相手に少し悪いという気持ちも伝えるのです。もう一つ、レジでのお会計が終わった時も使います。店員さんがあなたにお釣りを渡してくれました。その時、軽く頭を下げてすみませんと言って、お釣りを受け取ります。これも感謝と
お会計の時間をとってごめんなさいという気持ちですね。すみませんは、本当に魔法の言葉です。謝るとき、話しかけるとき、感謝するとき、3つのシーンで使えます。でも、一番大切なのは、気持ちを伝えることです。笑顔で、丁寧な気持ちを込めて、すみませんと言いましょう。そうすれば、きっと気持ちは伝わりますよ。この動画で勉強したことを、明日から使ってみてくださいね。今日のまとめです。すみませんの3つの意味。1、謝るとき、ごめんなさい。2、話しかけるとき、excuse me。3、感謝するとき、ありがとう。毎日少しずつ練習して、日本語の会話に慣れていってくださいね。この動画を何回も聞いて、リスニングの練習にも使ってください。これからも一緒に楽しく日本語を学びましょう。最後まで見てくれて、どうもありがとう。また次の動画でお会いしましょう。みさきでした。Thank you for watching. See you next time.